来週どこ行く？次に目指すおすすめの目標。ジャスパルと申します。バレンタインの目標や炙り厳選は順調に進んでますでしょうか？そんな中、今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？今週も特に新たなキャンペーンの告知などは行われませんでしたので、一旦ね、まったりと厳選したりとか、フィールドボーナスを上げたり、のんびり過ごすことができそうなんですが、これから先のイベントを予想しつつ、今どう立ち回っていくのが良さそうなのか考えていきたいなと思います。おすすめは、料理系イベントに向けたポケモンの厳選育成と伝説イベントに向けたリソース管理ですね。それでは参ります。ってことで、まずは来週のイベントを確認しておきましょう。来週は月火水曜日にニュームーンデーが参ります。月火水はニュームーンデー。ダークライの特別ピックアップ、色違い出現確率アップ、満腹抑制機能、これらがございますので、フィールド選びの材料にしてみてください。月火水なので、種ポケの厳選に活かせるとかですかね。睡眠タイプのごちゃ混ぜはないので、何タイプが今出そうなのか、ちょっとね、考えつつフィールドを選んでいきましょう。ってことで、来週月火水はニュームーンデーです。さあ、それではここからは来週以降どんなイベントがありそうなのか、それに向けてどんな準備をしていくといいのか考えていきたいなと思います。ってことでね、まずはイベント類を昨年を基準にざっくりと洗い出してみたいなと思います。こんな感じ。2月はスクスクウィークとポケモンデー。3月は伝説系のイベント、4月はかけらウィーク、5月はスプリングフェスがあり、6月はデカ盛りとサマーフェスと、上半期はね、だいたいこんな感じとなっておりました。ってことで、これらのイベント類が今年も行われると仮定して、今何をやっておいた方がいいのか逆算していきたいなと思います。ちょっとね、月ごとに見ていきましょう。まずは2月。2月はスクスクウィークとポケモンデーがあります。来週はね、ニュームーンデーだけで、再来週にはポケモンデーが待ち構えているといった感じです。そして再来週のタイミングではスクスクウィークが開催される可能性があります。睡眠 EXP1.5 倍、リサーチの飴 1.5 倍のみっていう非常に潔いキャンペーンですね。ここで育成系のキャンペーンが挟まるわけなんですが、そこで誰を育成しておくと良さそうなのかっていうのは、ここから先のイベントを確認してから決めていきたいところですね。そして、ポケモンデーがあります。初代ポケモン赤緑が発売された2月27日が毎年ポケモンデーとなっております。毎年ね、ポケモンダイレクトが開催されていろんな情報が発表されてますよね。今年は30周年ということで非常に大きな発表となるかもしれませんね。おそらく予想できるところでもスマホとスイッチで遊べるポケモンの対戦特化型ゲームアプリポケモンチャンピオンズの続報ないしはリリースとか、もしかするとスカーレット・バイオレットの次の新作タイトルが発表されたりもするかもしれませんね。非常に楽しみです。そしてポケモンスリープはといえば、一昨年はライコーたち、昨年はクレセリア対ダークライト、2年連続で伝説系のイベントの告知が発表される場となっておりました。これまで通りであればね、伝説ポケモンのタイプのポケモンがイベントにおいて重要になってくるので、今年はどんな伝説ポケモンが登場するでしょうかね。こればっかりはね、当日を待つか予想するかしかないので、ぜひね、予想なんかしながら待っておきましょう。もしかしたらね、万能飴なんかもちょっと貯めておいて、その伝説のイベント待ってもいいのかもしれませんね。また、毎年ポケモンデーを記念してポケモンデーパックも販売されております。昨年はね、1000ダイヤのプレゼントもあったりして、1200ダイヤのポケモンデーパック M にはサブスキルの種が入っていたりもしたので、実質200ダイヤで銀種がゲットできるぜってことで、無課金は絶対買いましょうみたいなことを言っていたような気がします。普段ね、あんまり絶対みたいな強い言葉って使わないようにはしてるんですけど、さすがにね、絶対って言っていいレベルのパックだったので、これまでは今年も似たような感じで来てくれることを願っておきたいなと思います。一応ダイヤがマジでカッツカツな方はちょっとね、意識しておくといいんじゃないかなと思います。あと細かいところなんですけど、お試しバンドルの販売期間が間もなく終了となります。終わったら次のやつが来るんじゃないかなとは思うんですけれども、ここでダイヤを補充することもできますし、とにかくはちゃめちゃにお得なので、こちらも絶対お買い求めください。お忘れなく。と、2月はだいたいこんなところでしょうかね。ってことで、2月にやっておきたいことは、ポケモンデーを見て今後の育成方針を考える。ポケモンデーパックをチェックする。この2つと、
スクスクウィークについてはこれから先の考察をもとに育成するポケモンを考えていきましょうと、そんな感じでしょうかね。 OK、 それでは3月参りましょう。3月は伝説のタイプウィークが行われておりました。昨年はエスパータイプウィークでしたね。今年は何タイプウィークになるでしょうかね。そのタイミングではそのタイプのポケモンのピックアップがあるのと新ポケモンも登場することでしょうね。昨年はね、クレセリアの PV にムンナがおりましたので、ポケモンデーのタイミングでわかるかもしれません。で、伝説イベントでそれらのタイプって活躍してもらえるはずなので、そのタイプのポケモンを育成しつつ、伝説イベントでどこのフィールドに行くのか、フィールドボーナス上げもポケモンデー次第でちょっと考えていきたいところです。また、伝説イベントではフレンドからイベントアイテムが送られてくるという仕様が毎回ありますので、今のうちからフレンドを埋めて親密度も上げておきましょう。親密度が上がっているほど送られてくる確率が上がるらしいです。この動画のコメント欄とか私の X のアカウントでもフレンド募集のポストをしておくので、そこでねフレンドを募集していただいて構いません。ぜひともお使いください。そしてこのままの流れで4月にも行きたいなと思います。伝説イベントの本番は3月末から4月上旬の2週間連続で開催されることがこれまでは通例となっております。エナジーを稼いでポケモンの落とし物を集めて伝説ポケモンのゲットを目指そうって感じで、もしね推しの伝説ポケモンであった場合なんかはマスターサブレなどを交換してもいいんじゃないかなと思います。ポケモンデーはギリギリ2月中に放送されますので、そのタイミングで2月の分のマスターサブレを交換するか検討すればいいんじゃないかなと思います。今からでもね、最大3枚分、2、3、4月の分を伝説イベントにマスターサブレ持ち込んでいけるので、スリープポイントをね、しっかりと管理しておきましょう。そして伝説イベントが落ち着くと、昨年はかけらウィークがありました。夢のかけらゲットウィークボリューム1でしたね。これはリサーチの夢のかけら 1.5 倍で、スキルで獲得できる夢のかけらも 1.5 倍、そして全ポケモンスキル率 1.25 倍ということで、ホリデーほどではないんですけど、夢のかけらがだいぶ稼げる、そんなキャンペーンでした。これもね、スクスクウィークぐらい雑に1年になんかもう5回6回開催してほしかったんですけど残念ながら昨年は年一のキャンペーンでしたね。本当にね、アンバーの次のフィールドでは鍋拡張に使用するかけらの量がもうありえんことになっていきそうなので、かけらをね重く見るのであれば、EX のフィールドボーナスを上げたりとか、アンバーのフィールドボーナスを上げたりとか、かけらゲットのポケモンを育成してみるなど検討してみてください。あとはね、ミニアメブーストもタイプウィークもかけらウィークもございましたね。といった感じで、3月4月にやりたいことは、伝説ポケモンのタイプのポケモンを育てる、伝説ポケモンをゲットするためにマスターサブレを購入する、かけらウィークを見据えるとかになりそうですかね。今から準備できることとしては、かけら絡みぐらいになるでしょうかね。こちらもね、ポケモンデー待ちっていう感じになりそうです。OK、それでは5月参りましょう。5月は何といってもサラダ 1.5 倍のスプリングフェスティバルがありそうです。昨年はラッキーが登場しましたね。今回のバレンタインしかり、ポケモンスリープの1年の中で最もエナジーが稼げる1週間の一つとなりますので、このタイミングで各フィールドのマスター20を目指してみるなんていうのもおすすめです。今回のバレンタインの時点でもアンバーマスター20だったり若草 EX のマスター20を達成しそうだぜっていう報告いくつかは頂戴しておりますので、ぜひともねサラダを強化してフィールドボーナスを上げて挑んでもらえたらなと思います。パルはね、海竜と一緒に若漏れでアンバーマスター20を狙ってみるつもりなんですが、果たしてどうなるでしょうかね。かけら稼ぎ的にも重要なキャンペーンとなりますので、バレンタインが終わった後はサラダとカレーの強化を進めてみてはいかがでしょうか。ってことで流れで6月も参りましょう。6月はデカ盛り料理ウィークとサマーフェスティバルが行われておりました。デカ盛りが終わった直後にサマーフェスが来た昨年はちょっとびっくりしましたよね。こちらもスプリングフェス同様大きくエナジーが稼げるタイミングなので、料理をしっかりと強化してから挑みたいところです。スプリングフェスよりは1ヶ月ぐらい時間的な余裕があるので、フィールドボーナス上げだったりレシピレベル上げはこちらを見据えてのんびりやっていってもいいんじゃないかなとは思います。ってことで5月6月に向けてやっておきたいことは、サラダとカレーの強化、フィールドボーナス上げとかになってくるんじゃないかなと思います。 OK、 そんな感じで上半期にやっておきたいことなんとなく出揃ったんじゃないかなと思います。
ざっくり大別すると、伝説イベント系、料理系、まあかけら系も入れておきましょうかね。だいたいこの3つなんじゃないかなと思います。で、伝説イベント系に関してはポケモンデーが来るまではなかなか身動きが取れませんので、今やれることは基本的にはリソースの管理になるのかなと思います。ポケモンデーパックのためのダイヤを貯めておくとか、マスターサブレを買うんだったらスリープポイントを調整しておくとか、仲良しのお子を貯めておいて伝説のチャンスを狙ったりだとか、あとはフレンドを集めたりとかになるでしょうかね。あとは伝説ポケモンのためにメインスキルの種、サブスキルの種、真っ白ミントをキープしておくとか、そんな感じになるでしょうか。で、お試しバンドルもね、新たなものが追加されるんじゃないかと思ってるんですけど、ここでゲットできるであろういいキャンプチケットを伝説イベントで使うのか、料理系のイベントで使うのかは目的に合わせて検討してみてほしいなと思います。一応ね、そのマスター20を狙ったりするために使うのであれば、メインスキルの種とかに変換しているみたいな風にね、考えることもできるかなと思います。このあたりのリソース管理は今のうちからふんわりと意識しておくのが良さそうかなと思います。で、ポケモンの厳選育成に関しては料理系が今狙いやすいんじゃないかなと思います。特にサラダ、カレーの強力なレシピに関するポケモンが今の狙い目となるんじゃないかなと思います。もしワカモレとグラタンをメイン料理に据えるのであればアボカドが必須になりますし、サラダだったらハーブとコーンの海流、カレーだったらイワパレスみたいな、もうドンピシャで活躍できそうなポケモンを探しに行くっていうのも今なんじゃないかなと思います。今からであればね、育成の時間はそれなりに取れるんじゃないかとも思いますし、伝説タイプウィークとかけらウィークとデカ盛り料理ウィークでミニアメブーストが来てくれるんじゃないかなと思います。サラダのスプリングフェスまでだったらミニアメブースト2回分、カレーのサマーフェスまでだったら3回分ミニアメブースト使えそうなので、そこを見据えて飴を集めておけると、今からでも本番で活躍できるだけの育成は十分できるんじゃないかなと思います。で、今月あるかもしれないスクスクウィークでは飴 1.5 倍となりますので、そこをねちょっと中心に飴集めの指針にしてみてください。そして最後にかけら系ですね。料理系のイベントでアンバーとか EX のマスター20を狙うような場合は夢のかけら的にもかなり稼げるんじゃないかなと思うので、そこも一旦意識しつつ、かけらゲットのポケモンを育てるかどうかも今のうちに検討しておけると良さそうです。アンバーと若草 EX だとゴクリンとかリオルみたいなポケモンが登場しないので、フィールドボーナス上げとは別でゲットしに行かなくてはならないんですよね。なのでかけらウィークを重く見るのであればそちらもご検討ください。といった感じで、ざっくりまとめると、伝説系のリソース管理、料理系の厳選育成フィールドボーナス上げ、かけら系の厳選育成フィールドボーナス上げ、これらを意識して2026年の上半期を、目標を持ってね楽しんでいきましょう。ポケモンデーが来るまでは伝説イベントって予想するしかないので、とりあえず料理系の足りない部分だったり、次のミニアメブーストに向けた厳選飴集め、あとは特定のフィールドのフィールドボーナス上げ、これらを中心に育成するポケモンだったり目標を立てていきましょう。そんな来週どこ行く、次に目指すおすすめの目標でした。ぜひね、皆さんがバレンタイン以降何に向けて動いていくのかコメントで教えていただけますと幸いです。本当に伝説のポケモンは誰が来るでしょうかね。そんな予想もお待ちしております。またフレンド募集もコメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。めちゃくちゃ力になってます。それではね、ひとまずポケモンデーまではまったり過ごしつつ、次の料理系イベントを見据えて動き出していきましょう。そしてバレンタイン2026も最後まで色違いのポケモンだったり、料理大成功が出散らかすことを願っております。それでは来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。ハッピーバレンタイン。